平山とかかるストライクフリーダムガンダム。劇中では一度の被弾もなく、まさに最強の機体を今回はこれでもかとダメージ加工とウェザリングを施す。では今回もウェザル。どうもダーティです。今回はガンダムシードデスティニーよりストライクフリーダムガンダムを100均で買える工具だけを使ったダメージ加工とウェザリングで仕上げていきます。ゲート処理はヤスリを使わずニッパーと片刃ニッパー、デザインナイフで行います。ではパーツを切り出していきます。ゲートはニッパーを逆向きにしてカットするとゲートが必ず少し残ります。このようにですね。それを片刃ニッパーできれいに二度切りします。二度切りすることによってパーツの発火を防げます。ヤスリがけをしないので丁寧に行います。片刃ニッパーがなければデザインナイフで二度切りの処理をしていきます。そしてあとは説明書通りに作って組み上げていきます。今回は部分塗装もせずに成型色で仕上げていきます。テーマとしてはタイムパフォーマンスとコストパフォーマンスをできるだけ抑えた制作をしています。塗料とか買い出すとキリがないですよね。これいいなと思って買ったけど使ってない塗料とかも結構あってマウンテンサイクル状態ですよ。そして仮組みの完成です。今回頭部のツインアイなどシールを貼るのですが最後の最後に貼るようにします。ではレザリングしていきましょう。フェーズ1ダメージ加工。今回は100均で買える工具だけを使ってダメージ加工をしていきます。ラジオペンチとデザインナイフ、そして金属ヤスリです。この3つでダメージ加工を行います。まずは金属ヤスリを使ってダメージを加えるのですが平面部分ではなく角を使って傷つけていきます。飛来する物体が擦れたような直線状のダメージ跡になります。粗めの金属ヤスリが向いています。次はデザインナイフでのダメージ加工です。中心を決めてパーツに V の字の切り目を入れていきます。中心から放射線状にぐるっと一周 V の字状に大小さまざまな切り目を入れていきます。筆談によるひび割れ、いわゆるクラックコーンをつけていきます。おい、フェイズシフト走行だぞとかいうのは今回は勘弁してください。この作業をすると基本的にカッターの刃の先は欠けます。次のラジオペンチでは引きちぎったりめくり上げたりしてパーツに対して立体的なダメージ表現を加えていきます。一番コツがいるかもしれないですね。これら3種類の工具を使って様々なダメージを施していきます。今回はボディパーツを例にしていただいております。出っ張っている部分は欠けてるような表現にしたり、デザインナイフではクラックコーン以外にもそのまま細かい切り傷をつけたり、ラジオペンチを刺して回してみたりと思いのままダメージ加工をしていきます。はじめはせっかく買ったプラモを切り刻むなんてなぁとためらっていましたが、やってみるとめちゃくちゃ楽しくて、だんだん素組みだけだと物足りなさを感じるようになってきますし、やっぱり傷とか汚れとかあって平気らしさを僕は感じるんですよね。で、上半身が終わりました。全体的にはこんな感じです。まだ傷をつけた段階では見えにくいですが、これからこのダメージ加工を映えるようにウェザリング作業をしていきましょう。フェーズ2ウォッシング。今回はミスターウェザリングからのマルチブラックとマルチグレーの2色を使ってウォッシングします。ホコリがかぶっててすみません。まずはマルチブラックをよく振ってから容器に移してウェザリングカラー専用薄め液をだいたい1対1の割合で入れてよく混ぜてパーツに塗りたくっていきます。しっかり塗りますが塗料が垂れない程度に塗っていきます。このウォッシング作業では幅が広い筆、平筆がやりやすいと思います。すべてのパーツを塗り終えました。だいたい10分から15分、これくらい濡れ感がなくなってから拭き上げ作業に入ります。ではきれいな容器に薄め液を入れて綿棒、キムワイプで拭き取っていきます。キムワイプがなければキッチンペーパーで大丈夫です。1回目のウォッシングのブラックはきれいめに拭き取っていきます。
こんな感じですね。ダメージ加工した箇所に塗料が入って立体感が出てきます。ボディはこんな感じ。ウォッシングは同時に墨入れもできるのでありがたいですね。ハンドパーツもしっかりモールドに墨が入ってシルエットがはっきりしています。足パーツでの拭き上げ前と拭き上げ後の比較です。これぐらい今回は拭き取っています。ちなみに頭部はこんな感じです。この後半日から1日しっかり乾燥させてからマルチグレーを使って2回目のウォッシングをしていきます。手順は先ほどと一緒です。しっかり塗って10分から15分乾燥してから拭き上げます。拭き上げ後ですね。もともと基体色のベースがホワイトなのでウォッシングでブラック、グレーとグラデーションをかけるイメージで2色を使ってウォッシングをしています。こちらは比較です。好みによって拭き上げは調整しましょう。フェーズ3、スポンジチッピング。エナメル塗料のブラックを使ってスポンジチッピングをしていきます。ピンセットを使うと手を汚さずにできます。スポンジに塗料をつけてティッシュで軽く拭き取って調節してからパーツにチッピングしていきます。基本的にはエッジ部分やダメージ箇所にチッピングしていきます。塗料がつきすぎたり思わぬところについてしまった場合はエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取れます。ピンボケですみません。頭部はこんな感じです。腕での比較です。左がチッピング後ですね。ただ傷があるだけの様子からしっかり周辺も荒れている表情に変わりました。フェーズ4、トップコート。艶消しのスーパースムースクリアでトップコートを拭いていきます。エアブラシがなければ缶スプレータイプのもので大丈夫です。では全パーツに拭いていきます。フェーズ5、ドライブラシ。トップコートをしっかり乾燥させたらエナメル塗料のクロームシルバーを使ってドライブラシと筆を使ってダメージ部に書き込みをしていきます。切断箇所や深いダメージ加工をしたところにシルバーを書き込みます。ただこの時黒くなっている部分は残すように塗りましょう。細い筆の方がやりやすいです。ドライブラシは毛が短い筆を使ってダメージ箇所やエッジ部分にのせていきます。艶消し後にドライブラシすることにより塗料が塗りやすくシルバーだけがキラッと光ります。ボディパーツも今回はかなり荒々しくウェザリングをしています。特にラジオペンチにつけた仕上げたような大きな傷が目立ちます。ウイングパーツは暗めなカラーなのでシルバーが映えます。そして今回はツインアイと頭部センサーを2つ、後頭部に1つの計4つをキット付属のホイールシールを使用しました。では次はいよいよファイナルフェーズ組み立て。ではついに組み立てで完成です。今回かかった日数は2日で初日に1回目のウォッシングまでやってしまって2日目に2回目のウォッシングと半日待ってそれ以降の作業を行っています。僕はラッカー系のトップコートを使用しているので乾燥も早いですが、水性のトップコートを使用する場合乾燥時間もかかるので3日ぐらいに分けた方がいいかもしれませんね。では頭部をつけて完成です。比較してみていくんですがすみません、撮影初期と終盤で撮影環境を変えてしまい比較動画が大変お見苦しいものとなってしまいました。以後このようなことがないようにします。申し訳ないです。雰囲気だけでも比較してみてやってください。では完成動画です。いかがだったでしょうか。今回は100均で買える工具だけを使用したダメージ加工にブラックとグレーの2色のウォッシングを行い仕上げました。何か一つでもためになることがあれば幸いです。また別の手法でのウェザリングも行ってますので関連動画の方もチェックしてみてください。
またこんな未熟なチャンネルですが、高評価やチャンネル登録していただけると大変嬉しいです。ではまた。